ブローニャの意識は肉体とチップどちらにあるのでしょう。重装ウサギ 19C オブノビット。私の出番ですか、艦長。これで強くなったわ。これで強くなったわ。重装ウサギ 19C 今は休み。行きまーす。キアナ、ランクアップ。ウェポンアップグレード。ウェポンアップグレード。
任せて。キアナ少尉、ニュージーランドに到着したわね。それじゃ任務の説明を始めるわ。ちょっと待ってよ。この前の幽霊戦艦の解析結果が気になるんだけど。キアナ、任務の遂行を優先しなさい。悪いニュースがあるわ。昨日ニュージーランドで強烈な崩壊が発生した。今そっちはゾンビと崩壊獣だらけよ。オセアニア支部はほとんど壊滅状態で、デザイアジェムも崩壊の発生と同時になくなったわ。幸いハイペリオンの探索装置でデザイア姫子、デザイアジェムって一体何なの？14年前、天命は3つの強力な崩壊エネルギーの結晶を手に入れた。そのうちの1つがデザイアジェム。3年前、天命は極秘の研究計画を実行し、その結晶を使って律者に匹敵する武装を開発しようとしていた。残念ながら研究は失敗し。そういうことなら急いで回収しに行こう。何も。キアナちゃん、姫子少佐からあなたが幽霊戦艦のこと気にしてたって聞いたよ。おばさんじゃなくてテレサちゃん、かわいい。今なんて言った？まあいいわ。分析結果によると、あの戦艦はそれまで完全に起動されていなかった。全部で24機ある反重力エンジンのうち動いていたのは1機だけ。武器システムも全てフリーズ状態。艦載武器が完全に起動した場合、およそ1日で北米大陸を廃墟にすることができるみたい。例えばハイペリオンに搭載されている崩壊炉の限界出力は1380崩壊ワット、そしてムーンライトスローンの崩壊炉の限界出力は12000崩壊ワット。それって律者？その通り。長空市で観測された第三律者がハイペリオンを撃破した時放った一撃、その崩壊エネルギーは3200崩壊ワットだから、あの戦艦を完全に起動するには律者のエネルギー。夢の中の声も鍵が4本って言ってた。絶対メイ先輩に近づけさせないんだから。治療はいらない。メイ先輩の愛さえあればいいの。学園長、デザイアジェムは一体どこから来たものなんですか？永久バルキリーの権限でもデータベースから関係するデータを見つけられませんでした。崩壊
敵心は猫を殺すっていうの？それでも知りたいの？もちろんです。可愛い部下たちが関わっているからには、たとえ学園長を脅迫し仕方ないわね。教えてあげる。実は14年前のことよ。デザイアジェムを含む4つのジェムの起源は全て同じ。14年前ってまさか第二律者と関係が？そうよ。14年前に第二律者がシベリア全体を虚数空間に巻き込んだ。その時作戦に参加した A 級バルキリーは5人ともそこで戦死したの。 S 級バルキリーのセシリアでさえも第二律者を倒せなかった。しかし私たちは最終的に勝利しています。一体どうして第二律者を倒せたのですか？そして第二律者との戦いではわずか30分でセシリア以外が全滅した。本来は私も指揮官の身分を捨てセシリアと共に進退したかった。でも夫おじい様に止められた。オットー大司教？そうよ。あの方はたとえ私が言っても何の役にも立たないと考えられていた。それで崩壊核分裂ミサイル。崩壊核分裂ミサイル？一発で戦車型崩壊銃を100体殲滅できるの？爆発？ミサイルは第二律者に全く効かなかった。爆発する前に第二律者が全てのミサイルを虚数空間に転移させたの。セシリアはその一瞬の隙をつき自らを犠牲にして第二律者のコアを破壊した。その後律者のコアが砕けて4つのジェムになったの。デザイアジェムは律者のコアの一部分だったのですね。その通りだけど、ジェムを回収するときに事件が起きた。14年前に私の部隊に第二律者の亡骸を回収しに向かった時見つけたのが4つに砕けた律者のコアだった。それから奴らが現れた。我々より進んだ空中戦艦を持ってね。ネゲントロピーとその指導者である第一律者に出会ったの。その時しかしデザイアジェムは天命が所有しています。なぜネゲントロピーは奪い去らなかったの？それもこれも夫おじい様の計略で、その時戦闘力をほぼ失っていた天命がネゲントロピーに勝てる可能性はなかった。しかしネゲントロピーは第二律者のコアが4つに分裂していたことを知らなかったの。それで事実と真相を隠しながら私は第二律者の亡骸とジェムを1つだけ引き渡した。そしてこのボロボロなやつ。観測装置に表示されているのはここね。でも何も見えない。メイ姉様、待ってください。どうしたのブローニャちゃん。東側50メートルに生命反応があるとセンサーに。東側？見えた。車椅子に座った女の子がいるわ。本気で私に勝てると思ってるの？目標を発見したようね。目標？私たちのターゲットってデザイアチームでは？オセアニア支部からの情報によるとその子がデザイアジェム。私はウェンディです。説明させて。3年前にオセアニア支部で行われていた実験でデザイアジェムがウェンディの足に移植されたわ。崩壊エネルギーの結晶を彼女の硬い骨と結合させることで律者に匹敵するレベルの力を得られるのではと期待されていたわ。そう言われるとウェンディちゃんに巨大な力があるみたいだけど。ウェンディは当時オセアニア支部で最も優れたバルキリーだった。この世界で4人目の S 級になれると期待されていたの。でも残念なことに私の力不足でデザイアジェムを制御できなかっただけじゃなくて、そのせいでどうしてこんなことに。なんで取り出さないのよ。これのせいでウェンディちゃんは車椅子。デザイアジェムは極めて不安定だけどウェンディの体内では安定しているわ。つまり天命は
結晶を保存するためだけにウェンディちゃんの体を移す。ここでこの件を言い争っても意味がないわ。今はウェンディをハイペリオンに連れて帰りなさい。帰るの？でも私は車椅子だし動きにくい。ブローニャはウェンディが足手まといだなんて思いません。重装ウサギ 19C。 これはロボット？一瞬。重装ウサギ 19C、 ウェンディを乗せてください。飛び上がった。すごい。ブローニャちゃんのロボットのキアナはお断りです。眠い。ここで少し寝てもいい？4分後には帰還できます。ウェンディが移動に影響していないことは証明できました。今日のブローニャちゃん親切ね。ブローニャちゃんのシステムに親切っていうウイルスでも侵入したの？ブローニャお姉ちゃん、ありがとう。どういたしまして。ブローニャがすべきことですから。それとウェンディ、ブローニャのももにある装甲は見ましたか？ブローニャも昔とある実験で両足を痛めてしまい、しばらく車椅子生活でした。すごい。私もいつかは治るってこと？自由に歩いて空も。ウェンディならきっと大丈夫だと思います。聖フレイヤ学園に戻って足の崩壊エネルギーの結晶を取り出したらウェンディ。ありがとう。本当に優しいのね。何ぼーっとしてるの艦長？どうしたの？ブローニャが来るなんて本当に珍しいわね。姫子少佐、学園に戻ったらウェンディの崩壊結晶を取り除く方法を考えましょう。そうすれば彼女の歩行の。それは無理ね。デザイアジェムはウェンディの体内でしか安定しないから、取り出してしまったら結晶は保存できなくなるわ。じゃあそんな結晶捨てちゃえばいいでしょ。まさか石ころ一つが女の子一人の幸せより重要だっていうの？デザイアジェムはただの石ころじゃないわ。結晶内の強大な崩壊エネルギーが解放されたら一瞬で何都市かが崩壊するけど、それでもいいの？でもキアナさん、もういいの。とっくに受け入れたことだから。バルキリーである私の職責は自分の命でよりを。ここで少し寝てもいい？射撃開始。
昇拡大。ハイペリオンはまだなの？姫子おばさん？誰がおばさんだって？まったく上官準備をしてその場で待機してなさい。ウェンディ、ごめんなさい。ブローニャは何も悪くない。崩壊エネルギー反応検出。ウェンディの体内にあるデザイアジェムの影響なのか？待って、反応がどんどん強くなっていく。崩壊指数1500、2000、一体どうなってるんだ？崩壊指数2000か。これくらいあればハイペリオンも一撃で壊せるでしょ。ウェンディさん、何を言ってるの？この偽善者ども、あなたたちが憎い、全てが憎い。みんなまとめてぶっ殺してやりたいほど憎い。このエネルギー反応はウェンディ、まさかすでにデザイアジェムの力を解き放ったか？それとも結晶の崩壊意志に操られていたのか？任せて。姉様から言いました。協力しないと勝てないと。射撃開始。発射。システム。発射。システム警告。損傷拡大。発射。射撃開始。発射。オイルエクスプロージョン。今回は何が手に入るか楽しみね。今は情報を早く本部に報告し、レスキューバルキリー。ブローニャはウェンディが他人を傷つけることはないと思います。危険は冒せないのよ。彼女のエネルギーは律者に匹敵するのよ。それに彼女の。私もウェンディを信じるよ。長空市の時はメイ先輩も崩壊エネルギーに操られていたけど、最終的には彼女自身の意志で。キアナちゃんの言う通り、助けてさえあげればウェ
ンディちゃんはここの状況を本部に報告してから S 級バルキリーが到着するまでには30分かかる。ちゃんと理解した？姫子少佐、ありがとうございます。本気で私に勝てると思ってる？発射。ファイヤー。やっほー！準備完了。艦長、次の目標座標を。でも悪いニュースが2つあるわ。1つは天命本部がウェンディを第4律者に認定したこと。もう1つは第4律者を捕獲する。 S 級バルキリーが？なんでもない時だったら手合わせしたいな。でも今は今回出動している S 級バルキリーはデュランダルよ。黒いヘルメットをかぶって巨大なランスを持っているわ。今の S 級バルキリーの中では最強だそうよ。無条件射殺許可。やっほ発射。ボイドエクスプロージョン。やっほショータイム始まりだ。さらにもう一つ悪いニュース。天命の衛星によるとついさっき5隻の空中戦艦が太平洋上空。宇宙戦艦？まさかレゲントロピーの部隊ですか？そのはずよ。3人ともよく聞きなさい。レゲントロピーの部隊を見かけたらすぐに捜索は中断すること。いやな、今回は手を貸してあげるよ。レゲントロピーの狐どもがついに手を出してきたみたいね。手を貸す？一体何を？ちょっとすればわかるよ。お腹すいた。レイ先輩のお弁当が食べたいな。このボロボロなやつ、治療はいらない。レイ先輩の愛さえあればいいの。姉様が言っていました。協力しないと勝てないと。ネコちゃん。負けるものか。ウェンディは見つかった？もう時間はないわよ。あと2分で S 級バルキリーがニュージーランドに到着するわ。ああ、もう間に合わない。 S 級バルキリーとレゲントロピーの部隊のことはまさか学園長 S 級バルキリーの？残念ながら私にその権限はないのよ。でもまさか。正解。公共チャンネルで S 級バルキリーの位置を実況したわ。レゲントロピーの通信システムは進んでいるから実況放送は聞き取られるはず。なるほど。道理で遠くから爆発音が聞こえ、自分の人を売るのはいささか不本意だけど S 級バルキリーもそう簡単には負けないわ。レゲント。よし、次は私たちの番よ。艦長。どうして追いかけてきたの？殺されたいの？さっきは逃がしてあげたのに。まさか私をメンリーちゃん、お願いだから
一緒に帰ろう。ここはとても危険なの。天命本部から S 級バルキリー、律者に匹敵するレベルの力を持つと称えられているバルキリーのこと。いいわ。あなた私より傲慢なのね。私とやり合おうだなんてさっきはうっかりしてただけよ。ブローニャお姉ちゃんを悲しませたくないからあなたたちまた飛んでっちゃった。何ぼーっとしてるの艦長。姉様が言っていました。協力しないと勝てないと。発射ファイヤ先ほどデュランダルと通話したよ。どうでした？彼女の一座標は取得できました。本当に騙しやすいので、さすがは正直者。仕方ないよ。全てはキアナたちの時間稼ぎの。しかし彼女の位置を敵に暴露するなんてデュラン。あんなうるさい小娘は友軍なんかじゃない。私はあの子のせいでどれだけ苦労したことか。それにどのみちネゲントロピーを討伐するからデュランダルが手出す。すごいテレサちゃん。それはそうと早くウェンディを S 級バルキリーと会えなくて内心ちょっと。今の間抜けなあなたじゃ彼女との訓練で殺されて。訓練で死ぬって。この世に本物の変態がいるとしたら彼女のことよ。天命にいる3人の S 級バルキリーのうち2人は驚異的な天賦の才能を持っているけど彼女だけは圧倒的な努力家だよ。他2名の S 級バルキリーが1回でできることを。でも彼女が一般人なら100回やっても。少なくとも彼女自身が努力型だと思っているから努力次第で何でもできるって考えてる。例えばあなたは理論試験の成績が不合格だとか。そんなの悪夢としか思えない。じゃあやっぱり会いたくない。眠い。ここで少し寝てもいい？こんな小銭別にいらないもん。本気で私に勝てると思ってる？姉様が言っていました。協力しないと勝てないと。発射。コイン回収完了。敵へ発見できず。で話は戻るけどテレサってそこまで親しくはないよ。彼女が A 級バルキリーになりたての頃それって親密な上司と部下の関係じゃないの？そこまで親密じゃないね。その言い方からして以前に大した問題じゃないの。前に話したでしょ。あの S 級バルキリーは変態。その真面目さゆえに私は息が詰まる思いだったの。彼女からすれば上司は軽々しく喋ったらダメだし昼夜問わずに仕事に専念しなきゃダメだって。聞いただけでも恐ろしい。もしもし、今通信中なんだけど。でもその後やっと彼女に煩わされずに。方法？どんな？それは私個人の秘密よ。キーワードはローランド。彼女がうるさい時にはこの言葉さえ口にする。ムズファイヤー。発射。射撃。
イドエクスプロージョン。ヤッホーせいヤッホー。どうしよう。どうしたの？デュランダルからもうネゲントロピー部隊を撃退したって。さすがは S 級バルキリーです。私にだけ現在位置を教えたのに、なぜネゲントロピー部隊に襲撃されたんだ。だから学園長、騙すのは良くないですって。とにかく合理的な説明をさもなければ。まだ彼女は報告に行っていないはずだけど、絶対に丸一日、でも私には関係ないと思う。逃げ切ったと思うのか姫。学園長、一つ思いつきました。天命組織内に。ダメ、それじゃあ天命内部で混乱しちゃう。ブローニャの案は、ネゲントロピーが今回の崩壊を招いた目的そのものが S 級バルキリーを狙撃することだったため、彼女が到着。かなり合理的な感じね。でも S 級バルキリーをターゲットにするには今回のネゲント。じゃあやっぱり私のアイデアで。デュランダル部隊が実際に通ったルートはかの有名なゴールドコースト。そんな口実わらじめ。いや、いけるかも。ファンタジー。どうでした、学園長。うまくいきました。信じてくれたね。まさか正直すぎるあまりおバカ同然なのかしら。デュランダルは話のわかる人だと思っていたよ。いいお友達になれるかも。しつこい。それならあなたたちを懲らしめてやるわ。それはこっちのセリフよ。ウェンディちゃん、信じて。あなた。キアナ、待ってください。ブローニャはウェンディと少しお話がしたいです。来ないで。嫌よ、話なんてしたくない。ブローニャお姉ちゃん、来ないで。ウェンディを見ているとブローニャは思い出します。孤児院にいた頃、ゼーレという子がいました。ゼーレはウェンディみたいに強くて優しい子だった。ゼーレも一度は崩壊に意識を操られましたが、最後は打ち勝ちました。ブローニャが改造手術を受けた時も苦しかったんです。今でもですが、一筋の希望さえあるなら前を向くべきです。私、ブローニャお姉ちゃんを信じる。よかった、ウェンディちゃん。ほっとした。グズグズしてないで。ウェンディ、安心してください。そうだ、ブローニャお姉ちゃん。いいですよ。重装。ブローニャ、親愛なる我が娘よ。今すぐ第四律者を回収しなさい。第四律者は重要な実験サンプルなのよ。回収できなければ殺してしまいなさい。ははん、あなたったら自我の意識が強くなってきているみたいね。ですが抵抗は無意味。最高権限指令、第四律者を倒せなくとも引き止めておきなさい。最高権限指令入力。やめて。ブローニャちゃん、何してるの。ブローニャお姉ちゃん、どうして私を攻撃するの。まさか。ヤッホー。
粘り強さこそ私の長所よ。まだまだいけるわ。残念ですがこれ以上は待てません。全戦術機構ステルス解除。目標第4律者。そんな律者を一撃で倒すなんて。新しい戦術機構なかなかのものではないか。彼女を弱らせたあなたたちに感謝せねばならないな。おっと忘れるところだった。ここに律者がもう一人いることを。ブローニャ、我が娘よ。第三律者を捕獲しなさい。何？はい、お母様。メイ先輩、ブローニャちゃん。どうして？ライデン・メイの捕獲完了しました。残り1名。周囲に天命部隊を確認。接近中です。ふん、命拾いしたな。全軍飛行せよ。メイとウェンディはネゲントロピーにさらわれてしまった。後から駆けつけた姫子はキアナしか救出することができなかった。食いながら聖フレイヤ学園に戻ったキアナはメイ救出作戦を練り始めた。What a drag. Damn it.